どうも、倉敷です。今回はプレミアムバンダイ限定の HG144 分の1ゼータプラス C1 をレビューしていこうと思います。2016年11月発送、販売価格は税込み2640円になっています。それでは早速内容物チェックといきましょう。まずは内袋から見ていきましょう。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。説明書に、もう一つ、ガンダムユニコーン版の説明書がついています。続いてランナー数をチェックしてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ビームサーベル13ですね。ポリキャップ。そしてデカール、ホイールシール。プレ版用の説明書とユニコーン版の説明書になります。こちらはユニコーンバージョンの、ゼータプラスのランナーですね。モールドも程よく刻まれている感じになっています。こちらも、ゼータプラスのランナーですね。頭部パーツなど付属しているランナーになっています。モールドは、程よくこちらも入っているような形になってますね。こちらはゼータプラス C1 の新規ランナー。ユニコーンバージョンと若干やはりパーツ構成が違うので、その分のランナーとして入っているみたいですね。こちらはマニピュレーターなどの部品のランナーになっています。こちらは通常のユニコーンバージョンのゼータプラスのランナーですね。ゼータプラスはカラーリングがほぼ灰色一色ですが、この白のカラーパーツと青のカラーパーツが色パーツとして付属しています。そして PC132 のポリキャップが付属しています。ビームサーベルは薄水色のパーツが付属をしています。そしてこちらが C1 用のマーキングシールになっています。そしてこちらがホイールシール。ホイールシール結構シールのパーツが細かいですね。こちらが C1 用の説明書になってます。白黒の説明書で、組み立て内容の一部が、ユニコーンバージョンのゼータプラスと少し異なるようですね。そしてこの中、余剰パーツ見ていくと B パーツの中に余剰パーツが結構あるみたいです。これはユニコーンバージョンのパーツになっています。これが C1 パーツと入れ替わるような形ですね。そしてこちらの説明書がユニコーンバージョンのゼータプラスの説明書になっています。で、これはカラーと白黒の見開き版の説明書になっていますね。で、この中の一部の組み立てとパーツリストなどが C1 バージョンと異なっているような形になっています。さあ、行くぞ！パーツの方をランナーから2度切りしてみました。ランナーが小さいランナーもあったので、パーツ数自体はそこまで多くなく標準の HG といった感じかなと思います。それでは早速ボディパーツの方から組み立てていこうと思います。結構特徴的なのがこの、腕の部分の接合部ですねとかは、四角い突起にこう差し込んでいくという形の構成になっていますね。ちょっと若干これはまりにくかったんですけど、で後ろとかに関しては、前後で、挟み込んでいくっていう複数パーツの構成になっています。
そして、フロントのパーツに関しては、この白い部分は別パーツで構成されています。あとはもう組み込んでいくような形の構成ですね。ボディパーツの方の合わせ目に関しては、背中部分、フロント部分ともに全てパーツが分割されているので、合わせ目らしい合わせ目というのは出ないような構成になっています。この首部分のパーツに関しては、後ろに少し、上げる可動域があります。頭部パーツに関しては、目のカメラ部分ですね、だけはシールを貼っています。頭部パーツは非常に簡単な作りで、前後で挟み込み、アンテナをつけるといった形の構成になっています。本来であれば、このバルカン砲の両側ですね、両サイドに、青い部分のシールを貼るんですけれども、こちらの方は今回は貼っていません。頭部パーツに関してですが、合わせ目は前後で挟み込んでいるので、ぐるっと一周頭の部分にどうしても合わせ目の方が出てしまいます。アームパーツはポリキャップを両側から挟むという構造になっています。肩アーマーもパーツを差し込み、両側から挟み込むという形の構成ですね。この部分のパーツに関しては、少し可動域があるといった形になっています。マニピュレーターに関しては HG でよくある、2パーツ挟み込みの手の甲をつけていくタイプのマニピュレーターになっています。アームパーツの接合部分の作りに関しては少し前の HG のタイプの構成になっています。上腕部パーツは一体成形のため、そのまま差し込むといった形ですね。アームパーツの接続はそれぞれ独立した箇所をポリキャップで接続をしていくような作りになっています。ボールジョイントでマニピュレーターの方も接続できますね。そして肩パーツはこちらの部分に上から差し込むといった形になっています。それではアームパーツの可動域を見ていこうと思います。肩アーマーに関してはかなり上の方まで、稼働します。そしてこの部分も上の部分に稼働するといった形ですね。上腕部の方は、軸ジョイントなので360度。肘に関してはそこまで曲がる可動域はありません。マニピュレーターはボールジョイントのため360度回転をします。アームパーツの合わせ目に関しては、肩アーマーは、パーツの前後合わせになるので合わせ目が出るのと、接合部の方にも合わせ目が出ます。上腕部には合わせ目は出ません。そしてこちらの腕の部分にも、挟み込みのため合わせ目が結構がっつりと出るっていう形になっています。それでは胴体パーツの方とワンパーツの方を接続していこうと思います。腕部は胴体とポリキャップでの接続ですね。腕を上げる可動域に関しては結構可動域の方が確保されています。腕部パーツは前部分への可動域は少し確保されています。そして頭部パーツの取り付け。頭部パーツはボールジョイントで取り付けになります。可動域に関してはあまり頭部パーツの方は前後、左右、どうしても突起が邪魔をして余裕がある感じではないですね。続いてレッグパーツですね。足のパーツに関しては、パーツで挟み込み。こちらはパーツによって色分けをされています。かかとの部分もパーツで色分け、挟み込むような形の構成になっています。そしてつま先の部分と軸によってジョイントという形の構成ですね。
膝パーツは両側からパーツによって挟み込む構成になっています。太もも部分のパーツに関しても前後で挟み込み、すね部分に関しては白いパーツで内部フレームのような構成になっています。この部分の外装パーツは前と後ろから挟み込む構成になっています。排気ダクトの部分に関しては別パーツで色分け。この両側の部分ですね、ここも白いパーツで色分けがされています。キット自体のカラーリングが灰色一色なので、こういった白のパーツで色分けされているのがいい差し色になっていますね。足と脚部の接続はボールジョイントで接続。この足パーツの青色もいい差し色になっています。レッグパーツ、膝関節はかなり柔軟に稼働します。足のパーツに関してもつま先がかなり稼働しますね。そしてこちらのパーツも上下に稼働。後ろのパーツは少し稼働します。足パーツに関してはボールジョイントのため左右にある程度の可動域が確保されています。合わせ目の方を見ていきましょう。合わせ目は前後で挟み込むため太ももからすねふくらはぎの部分にかけてがっつりと合わせ目の方が出てしまいます。足裏に関しては肉抜きはありませんね。腰部分のパーツはかなりシンプルな構成になっています。前後で挟み込み、そしてパーツをこちらに差し込む。リアスカートは前後で挟み込み、挟み込んだものをこのパーツの部分を腰部の本体の方へ差し込む。非常にシンプルな作りになっています。腰部パーツに関してはリアスカートには裏打ち等のモールドはありません。そして、横にどうしても合わせ目が出てしまいます。リアスカートに関しては前後に可動。ユニコーンバージョンとフロントのこの部分のパーツが変更になっています。それでは脚部の方を取り付けしていきます。ボールジョイントで脚部の方は取り付け。フロントスカートがないのですごく不思議な感じがしますね。そしてサイドスカートパーツをポリキャップジョイントにて取り付けていきます。股関節部分の可動域に関してはあまりありません。ボールジョイントなんですけれどもそこまで開かないですね。アクションベース用の取り付け穴もついています。前後への可動に関してはボールジョイントのためかなり可動域はあります。それでは胴体パーツと脚部パーツの方を接続していきます。接続はボールジョイントで接続。ボールジョイントの接続ですが可動域はほぼないですね。干渉してどうしても回らないようになっています。前後もほとんど動かないですね。バックパックの組み立ては、こちらモナカ構造ですね。前後ではめ合わせる構造になっています。こちら両側のブースター部分もはめ合わせの構造となっています。バックパックの大きなこの尾翼の部分ですが、パーツで両側から挟み込む構造になっています。
でこちらは、軸を起点に、可動域が確保されているという形になっています。そして先ほどのブースターの部分を両側から差し込んでいきます。シンプルな構成になっていますね。バックパックの可動域に関してはかなり大きく可動域の方が確保されています。こちらの部分の合わせ目に関しては段落ちモールドで処理をされています。両側のブースターの部分に関しては段落ち処理はされておらず、はめ合わせのためどうしても合わせ目が目立ってしまいます。センターの部分も合わせ目が出ますね。バックパックのウィング部に関してもシンプルな構成になっています。パーツのはめ合わせによる構成で、こちらのウィング部分は稼働します。こちらのパーツもモナカ構造でのはめ合わせパーツになっています。先ほどのパーツはウィング部に差し込み完成ですね。こちらのパーツですが、モナカ構造のため合わせ目ががっつりと出てしまう構造となっています。ウィング部分上部に関してもモナカ構造のため合わせ目が出ますね。裏面の方も合わせ目の方がどうしても出てしまいます。それでは胴体部分に先ほどのウィングパーツバックパックを差し込んでいきたいと思います。バックパックは軸で差し込み、ボディ側へ差し込む穴があります。そちらの方に差し込んでひねり上げるといった形ですね。でこちらのポールの方に穴でウィングの方を接続するといった形になりますが、こちらつける順番を間違えています。バックパック部分の取り付け完了です。バックパックは非常にシンプルな作りなんですけれども、しっかりとまとまりがある感じになっています。それぞれウィング部分やバックパックのブースター部分など独立で稼働します。それでは最後に武装パーツを見ていきましょう。武装パーツもこの方針の部分はモナカ構造で挟み込む形になっています。先端にパーツを取り付け固定します。こちらのパーツもはめ合わせ。ビームスマートガンの本体部分もパーツを差し込み両側から挟み込む構造になっています。先ほど作った方針を中に挟み込み、さらにその上から外装パーツで挟み込んでいきます。こちらのパーツもシンプルにパーツのはめ合わせで構成されています。先ほどのパーツにまたさらに接続パーツを取り付け、先ほどの本体と接続をしていきます。こちらも穴の方へ差し込む形になっています。これでビームスマートガンの完成です。ビームスマートガンもモナカ構造のため合わせ目がどうしても出てしまいます。方針の方は大きく合わせ目が出てしまいます。ビームスマートガンの持ち手の収納ギミックが搭載されています。引き出して中から取り出すという形になっています。ゼータプラスはウェーブライダーへの変形を差し替えパーツで再現をします。こちらのパーツが差し替えパーツになります。まず胴体からパーツを取り外します。取り外したパーツを差し替え用のパーツへ順次差し込んでいくような形になります。まずリアスカート部分と尾翼部分を差し込みます。
続いてブースター部分の差し込み。この変形の際には差し込み穴が別の差し込み穴になります。肩アーマーを外したワンパーツをこちらの軸の方に差し込みます。そしてワンパーツを隠すようにこちらの差し替えパーツを両側の軸へ差し込みます。そして腰部パーツをこちらに再度はめ込みます。そしてビームスマートガンをこちらの軸の方へ差し込み、こちらはがっちりとはまります。そしてウイング部分をこちらへ差し込み、両側ともウイングを差し込んでいきます。脚部パーツはつま先部分を折りたたみ接続をしていきます。こちらの差し込みパーツにある軸に両足とも差し込んでいく形になります。そしてサイドスカートパーツをこちらの軸の方へ差し込み、こちらも両側ともに差し込みます。これで差し替えパーツでのウェーブライダー形態への変形が完成です。差し替えパーツでの変形なので、なかなか固定もしっかりされています。変形した際にはこちらのパーツが余ります。HG144 分の1ゼータプラス C1 は一般販売された A1 型のゼータプラスユニコーンバージョンをベースにキット化されていました。 C1 型ということで腰部の装甲やバックパック、ビームキャノンなどの変更が加えられていました。全体的に合わせ目が少し目立つので、その点は全塗装派の人には少し手間がかかるのかなという印象も持ちました。色分けに関しては大部分が再現されていますが、一部シールでの再現となっています。A1 型にはなかったビームスマートガンも再現されていました。少し古いキットの流用なので、色分けや各関節の可動域、合わせ目など最新キットにはかなわない点はありますが、それでもプロポーションなど十分に再現されていると思います。ウェーブライダーへの変形はパーツ差し替えですが、各パーツがかっちりと保持されるのでしっかりとまとまっていました。HG ではありますが、全体的に満足できるキットになっていました。それでは今回も長い時間動画を見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえると励みになるのでよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。